Hello, こんにちは。Let's 日本語。日本語教師のさくらです。去年、朝のルーティーンの動画が人気でした。今日は私の一日の流れについて話します。優しい日本語でゆっくり話します。これわかるというレベルの日本語をたくさん聞いてください。たくさん聞いて、たくさん話すと日本語が上手になります。1回目はイラストや字幕を見て聞いてください。2回目はイラスト、字幕なしで聞いてください。下のリンクからスクリプト、単語の意味がわかりますよ。それでは行きましょう。朝の6時半です。私は6時半に起きます。朝はちょっと苦手です。でも頑張って起きます。まず顔を洗います。それから水を飲みます。その後、コーヒーを飲みます。ブラックコーヒーはあまり好きじゃないです。牛乳、ミルクを入れてコーヒーを飲みます。7時です。7時に朝ごはんを食べます。パンかコーンフレークを食べます。あとはゆで卵とヨーグルトも食べます。それからテレビを見ます。ニュースをよく見ます。8時です。8時に玄関を掃除します。玄関をほうきで掃きます。それからまたテレビを見ます。朝ドラを見ます。15分くらいの短いドラマです。毎日このドラマを見ます。8時半です。8時半に仕事を始めます。インスタグラム、Facebook、YouTube のコメントに返事をします。いつもコメントを見るのが楽しいです。ありがとうございます。それからレッスンのスライドを作ります。生徒さんのレッスンレポートを作ります。生徒さんのために頑張ります。動画の台本を作ります。そして動画の撮影をします。それから動画の編集をします。これが私のお仕事です。だいたい9時から12時までレッスンをします。日本語のレッスンをします。生徒さんの話をたくさん聞きます。生徒さんとたくさん話します。新しい日本語を一緒に練習します。生徒さんの話は楽しいです。新しい文化を私も勉強します。レッスンの時間が大好きです。12時です。12時にお昼ご飯を食べます。お昼ご飯は作りません。昨日の夜ご飯を食べます。ご飯とお味噌汁と、あとはお肉料理を食べます。ご飯の後、コーヒーを飲みます。やっぱり牛乳を入れてコーヒーを飲みます。ご飯の後、お菓子を食べます。チョコとかクッキーのお菓子を食べます。時々テレビを見ます。アニメやドラマを見ます。最近、チェーンソーマンを見ました。ちょっと怖いですね。血がたくさん出ます。でも楽しかったです。映画も見たいです。
1時です。また仕事を始めます。動画の編集をします。レッスンもします。グループレッスンもします。4時です。4時に洗濯物を入れます。私は5人家族です。なので洗濯物がたくさんあります。特にタオルがたくさんあります。洗濯物を畳みます。洗濯物を片付けます。5時です。5時に掃除をします。お風呂の掃除をします。ブラシでお風呂の掃除をします。そしてお風呂を沸かします。お風呂の準備をします。5時半です。子供が家に帰ります。ただいまと言って帰ります。私はおかえりと言います。子供と一緒にお風呂に入ります。最近は寒いのでお風呂がとっても気持ちがいいです。お風呂が大好きです。6時です。6時に夜ご飯を作ります。お味噌汁とサラダとお肉料理を作ります。私は野菜が大好きです。でも子供は野菜が好きじゃないです。全然食べません。7時です。7時に夜ご飯を食べます。家族で夜ご飯を食べます。ご飯の後、片付けをします。子供たちはソファーで本を読みます。子供たちは本が大好きです。家に本がたくさんあります。図書館の本もあります。最近子供たちはよくドラえもんの漫画を読みます。8時です。8時に歯磨きをします。そしてトイレに行きます。それからベッドに行って寝ます。おやすみと言います。時々私も子供と一緒に寝ます。どうでしたか？これが私の一日です。忙しいですが楽しいです。ではクイズです。私は何時に起きますか？お昼ご飯の後何を飲みますか？わかりましたか？次はイラストをなくします。ヒントなしです。頑張ってください。朝の6時半です。私は6時半に起きます。朝はちょっと苦手です。でも頑張って起きます。まず顔を洗います。それから水を飲みます。その後コーヒーを飲みます。ブラックコーヒーはあまり好きじゃないです。牛乳、ミルクを入れてコーヒーを飲みます。7時です。7時に朝ごはんを食べます。パンかコーンフレークを食べます。あとはゆで卵とヨーグルトも食べます。それからテレビを見ます。ニュースをよく見ます。8時です。8時に玄関を掃除します。玄関をほうきで掃きます。それからまたテレビを見ます。朝ドラを見ます。15分くらいの短いドラマです。毎日このドラマを見ます。8時半です。8時半に仕事を始めます。インスタグラム、Facebook、YouTube のコメントに返事をします。いつもコメントを見るのが楽しいです。ありがとうございます。
それからレッスンのスライドを作ります。生徒さんのレッスンレポートを作ります。生徒さんのために頑張ります。動画の台本を作ります。そして動画の撮影をします。それから動画の編集をします。これが私のお仕事です。だいたい9時から12時までレッスンをします。日本語のレッスンをします。生徒さんの話をたくさん聞きます。生徒さんとたくさん話します。新しい日本語を一緒に練習します。生徒さんの話は楽しいです。新しい文化を私も勉強します。レッスンの時間が大好きです。12時です。12時にお昼ご飯を食べます。お昼ご飯は作りません。昨日の夜ご飯を食べます。ご飯とお味噌汁と、あとはお肉料理を食べます。ご飯の後、コーヒーを飲みます。やっぱり牛乳を入れてコーヒーを飲みます。ご飯の後、お菓子を食べます。チョコとかクッキーのお菓子を食べます。時々テレビを見ます。アニメやドラマを見ます。最近、チェーンソーマンを見ました。ちょっと怖いですね。血がたくさん出ます。でも楽しかったです。映画も見たいです。1時です。また仕事を始めます。動画の編集をします。レッスンもします。グループレッスンもします。4時です。4時に洗濯物を入れます。私は5人家族です。なので洗濯物がたくさんあります。特にタオルがたくさんあります。洗濯物を畳みます。洗濯物を片付けます。5時です。5時に掃除をします。お風呂の掃除をします。ブラシでお風呂の掃除をします。そしてお風呂を沸かします。お風呂の準備をします。5時半です。子供が家に帰ります。ただいまと言って帰ります。私はおかえりと言います。子供と一緒にお風呂に入ります。最近は寒いのでお風呂がとっても気持ちがいいです。お風呂が大好きです。6時です。6時に夜ご飯を作ります。お味噌汁とサラダとお肉料理を作ります。私は野菜が大好きです。でも子供は野菜が好きじゃないです。全然食べません。7時です。7時に夜ご飯を食べます。家族で夜ご飯を食べます。ご飯の後、片付けをします。子供たちはソファーで本を読みます。子供たちは本が大好きです。家に本がたくさんあります。図書館の本もあります。最近子供たちはよくドラえもんの漫画を読みます。8時です。8時に歯磨きをします。そしてトイレに行きます。それからベッドに行って寝ます。おやすみと言います。時々私も子供と一緒に寝ます。どうでしたか？これが私の一日です。忙しいですが楽しいです。はい、お疲れ様でした。
最後まで勉強して偉いです。私はオンラインで日本語を教えています。私と一緒に勉強したいと思ったら、下の概要欄のウェイティングリストに参加してください。さくら先生、頑張れとか、勉強になりましたと思ったら、いいねやコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。またねー。バイバーイ。